夕方だし、サクッと行こう。今日は暮らしに近い話が並んでるじゃん。最初は卵の話なのだ。値上がりを抑えるために農水省が動いたのだ。じゃあ、その対策がどこまで効くのか見ていくわ。卵の値上がりを抑えるために農水省が対策をまとめたのだ。鳥インフルで鶏がたくさん処分されると、そりゃ供給が細るわね。朝の卵が当たり前じゃなくなるの。地味に怖いじゃん。2020年以降は毎シーズン発生していて、毎回価格に響きやすいのだ。要するに、病気そのものより、出荷できる数が減るのが痛いのよ。分割管理って、傾斜を分けて広がりを抑えるやつでしょ。ずんだもん先輩の説明。クラス分けみたいで分かりやすいじゃん。全部をひとまとめにしないで、被害を小さくする考え方なのだ。一箇所で広がると、農家の打撃も大きくなるものね。それに、AI を使う技術を開発する官民の検討会も新しく設けるのだ。国と企業が一緒にやるなら、現場に近い工夫も増えそうだよね。人の目だけより早く気づけるなら、現場の負担も軽くなるわ。大臣軍、衛生対策だけじゃなく、不段階の軽減や生産性の向上を期待しているのだ。卵が安定すると、お弁当も助かるし、カレーに乗せる楽しみも守られるじゃん。家計にも響くから、ここはかなり大事なところね。みんなは卵の値段、どのくらい上がる時になるのだ？アンシはいつも使う食材が急に上がると一番ビビるよ。次は金利の話なのだ。数字が一つ動くだけでも暮らしの空気が変わるのだ。日銀が政策金利を 1% 程度に引き上げたのね。31年ぶりの水準よ。1% って聞くと小さく見えるのに、ここではかなり重いじゃん。短期の市場金利をこれまでの 0.75% 程度から上げたのだ。政策金利は世の中の金利の土台みたいなものね。ここが動くと周りも反応しやすいわ。土台がずれると、住宅ローンとか借りるお金の感じにも出てくるよね。背景には原油高や円安で値上げの動きが広がっていることがあるのだ。企業が仕入れの上昇分を値札に乗せる、いわゆる価格転嫁が進みやすいって見ているのよ。つまり、お店側だけで吸い切れない分が、じわっと表に出るってことか。それを抑えるために、利上げで物価の勢いを落ち着かせたい判断なのだ。利上げ、レートハイク、財布には痛い響きだけど、物価の暴れ方を抑える狙いはわかるわ。メタン先輩、珍しく言い方が綺麗なの気になるじゃん。別に褒められても何も出ないわよ。金利の話は、無駄に刺激が強いだけだもの。今後も段階的に上げる方針で、中東情勢の影響を見ながら調整するのだ。長期金利が一時 2.8% まで上がったから、国債の買い入れも急には減らさない方針ね。今回は上田総裁が入院中で欠席して、8人の委員で賛成7、反対1だったのだ。みんなは、借りるお金の方が先に気になる？それとも預ける方？僕は、まず家計にどう響くかが気になるのだ。私は、じわじわ来る変化ほど厄介だと思うわ。最後は体調の話なのだ。SFTS の患者が、今年は72人で増えているのだ。26府県から報告されているので、広がり方が気になるわ。一つの地域だけじゃないの。ちょっと怖いじゃん。SFTS は重症熱性血小板減少症候群のことなのだ。名前だけで重たいわね。マダニが媒介する感染症で発症した猫や犬からうつる例もあるのよ。動物からもってところがちょっと意外だよね。だから野外で動くときは肌の露出が少ない服装が勧められているのだ。虫除け剤も使うのよね。リートやイカリジンっていう成分が入ったものが案内されているわ。虫除けの名前聞いたことあるけど成分名だったんだ。活動を終えた後に全身を見てマダニがついていないか確認するのも大事なのだ。見つけたら自分で無理に取らずに皮膚科などで取ってもらうよう呼びかけているわ。自己流でいじらない方がいいやつだね。そこはちゃんとお願いしたいじゃん。ハイキングや農作業みたいな場面だけじゃなく、草
草むらでも気をつけるのだ。死亡したケースも報告されているから、軽く見ない方がいいわ。みんなも、外で動いた日は服や足元まで見てる。足はちゃんと見るようにするよ。ちょっとした見直しで守れることがあるから、覚えておいてほしいのだ。農林水産省って、食料の安定供給だけじゃなくて、森林や水産資源の管理まで見ているんです。卵の話からそんなに守備範囲が広がるのだ。はい。さらに、動物検疫所や植物防疫所のような現場の組織も持っているんですよ。現場まであるんだ。なんか思ったよりガチじゃん。それに、競馬の監督官庁でもあるんです。住所に、農林水産省商店がつくこともあります。そこまで来ると、ちょっと意外ね。省って名前だけでは見えないものよ。食の周りの安全や産業、かなり幅広く支えている省庁なんです。今日は卵と金利とマダニで暮らしに近い話が多かったのだ。気になった話があったら、コメントで教えて。概要欄にリンクもあるから、そっちも見ておくといいわね。じゃあまた次回なのだ。